京大学大学院の、情報理工学系研究科の喜連川豊田研究室に所属している、栗原と申します。今日は、同じ研究室の、メンバーと、一緒に、研究をした、成果というものを、ご紹介させていただければと思います。今回は僕たちが持った問題意識としては、震災時に、マスメディアが提供していた情報と、実際にその視聴者が求めていた情報というのが、その間にギャップがあったんじゃないかということで、そういった問題意識を、持って研究を始めました。ということで、研究の目的としては、次の震災時においてそのマスメディアの報道の在り方というものについて検討をしたいということで、そのために視聴者が求めていた情報というものをツイッターデータから分析をして、実際マスメディアが提供していた情報とその乖離を求めることで、そういった検討をしたいというふうに考えていました。で、本研究の手順としては、まずツイッターデータから、情報を求める表現ということで、こちらは後で詳しく説明するんですけれども、を含むつぶやきを抽出してきて、その中で高頻度で出てくるキーワードというものを抽出してきます。そしてそのキーワードについて代表的にどういったつぶやきがあったのかとか、それに関するつぶやき数っていうのがどういうふうに推移をしていたのかっていうものを抽出して、で報道の方でも同様に具体的な報道と、その報道数の推移っていうものを抽出して、それらを互いに比較することで今回考察を加えました。でこの情報を求める表現っていうのは何なのかっていうことなんですけれども、まず人手で3000個のつぶやきっていうものを見て、その中から抽出されてきたものが下のものなんですけれども、その中で情報を求めているなっていう、ちょっと主観的なんですけれども、そこで選んできたリストっていうものを見てみました。例えば東海道新幹線って動いてるのかなとか、福島の原発放射能は本当なのとか、そういったいくつか共通点があったので、その表現パターンっていうのを抽出してきて、右の13個っていうものを含んでいるつぶやきっていうのが情報を求めているっていうような仮定をして、今回はこれを抽出してきました。で全部で、301万7951個のつぶやきをこれで抽出しました。でその抽出されたつぶやきの中で、その高頻度で、出てきているキーワードっていうのを抽出しています。ただ今回は回数だけではなくて、これ、常に出現してきている語っていうものについてはあまり重要性っていうのが高くないかなというふうに判断したので、今回はそういった重みをつける形で高頻度っていうことを判断しています。でその中でも重要そうなキーワードに絞って分析を行ったんですが、今回電車と募金について今回はご紹介させていただきます。まず電車についてなんですけれども、代表的なつぶやきとして、3月13日の夜ですけれども、停電によって電車の運行はどうなりますかとか、停電で電車も止まりますかとか、その計画停電が発表された日の夜ということで、今回はこういったつぶやきがこの時間帯に出てきています。でそれに対して代表的な報道としては、その次の朝に、そういった運休に関する報道というのがされています。これが3月14日の朝1時から夜24時までという形で、その電車の出現回数、ツイッター上で電車っていうのが出てきているのと、報道については鉄道という表現を使うことが多いので、今回は鉄道と電車と両方で見たんですが、それらの推移を表すのがこちらになります。でこれを見ていただくと、赤が JCC さんのマスメディアのデータなんですけど、そちらがツイッターよりも朝の段階で先行して出てきていることが分かります。なので今回この電車の情報については、その通勤の前の段階で情報を提供できていたということで、成功していた例かなというふうに思います。で次に募金についてなんですけれども、これが3月14日なんですけれども、信頼できる募金団体とか募金方法を教えてくださいとかいうつぶやきがに対して、報道では、例えばドラえもん募金の話だったり、東京テレビではそういった東京テレビの募金情報というのを提供しています。でこちらが青がツイッターのつぶやきで、黄色が今回 Google クエリの情報を取ってきて、赤がその報道の数ですねということで推移を表しているんですけど、見ていただくと3月13日の時点でそのクエリでの検索とかツイッターでの出現頻度が高く、実際にその視聴者が興味があった時期だと思われるんですけど、その段階で報道はあまり提供できていなかったということで、
その情報の提供をはい、ありがとうございました。次の審査に向けて聞きたいことです。ということで、今回はそのツイッターの投稿からその情報を求める表現というものに注目して、そのユーザーが求めていた情報っていうのを抽出できたかなというふうに思っています。でこれを、このような解析を実際に震災の時にリアルタイムに行うことで、その各種メディアがどういうふうに情報を配信するのかっていうのに、を考えるときの一助になるかなと思います。個人が求めている情報をどこから求めているのかっていうのね、これマスメディアから求めているっていうのが前提なんですけど、これそれともどこから来ることを我々は求めているっていう。なるほど。いろいろなメディアがある中でっていうことですか。そうですね。今やそのテレビで言ってくれないと電車のことはわからないんだよねっていう時代でもない。他にもあるだろう。ラジオも新聞もある。つまりそういう意味での、求めている情報は誰から求めているかっていうのはどういうその分析はあるんですかね。そうですね。今回その研究をしていた中で、マスメディアはやっぱりその一般的な市民だけではなくて、その企業に対しても情報を提供しなきゃいけないっていうそういう役割もあったりして、今回このそのツイッターの情報だけを見て、そのこれじゃダメだったんじゃないかっていうのも、あれだと思うんですけれども、そうですね。その実際にマスメディアなので、その多くの人たちにその情報を提供できるメディアっていうことで、そういった一般市民の数が多い人たちの求めている情報に対して情報できればいいかなと。はい、きっちりです。ありがとうございました。